次に何期買うべきなんですかねって、今最終期なんですけどとか、今1期終わっちゃってるんですけどとか言われるんですね。これは非常に重要なポイントではあるんですけれども、あんまりこだわりすぎない方が正直言うといいと思います。ただ原則論としては、1期が一番最もコスパがいいことは確かですね。なぜかっていうと、みんながこう最初に来てですね、住居を選ぶわけですよね。それは価格とその、間取りであるとか、のこう組み合わせで、選ぶわけです。で、その一期のやつの方がみんなの人気がある物件が、一期で埋まっていくわけですね。で、その埋まりそうな物件ほど売り主は、一期で販売するわけですよ。で、お客さんがつきそうもないものを販売だっつって出さないのですね。で、そうなると1期最もコスパが良くて、でもじゃあ2期だとダメなのかっていうと、大体ですね、コスパ的に言うと 1、2% ちょっと悪くなるような感じですね。で、だからといって1期で買えなかったから2期はダメなのかじゃなくて、2期になってもまあ欲しい物件は買った方がいいと思います。で、その意味で1期が一番いいんだけれども、抽選落ちしちゃったらしょうがないじゃないですかと、2期でもいいじゃないですかとは思いますね。で、最終期、とか売れ残っちゃってるなっていうのがちょっと見える場合には値引き交渉っていうのもありだと思います。ただ売り主さんによってはそういうこと一切応じませんっていう方もいらっしゃるし、その辺は相手見ながらやんなければいけないことですね。最終期だから売れ残ってるんだから安くしてよみたいな感じで言うとですね、相手も人間なのでこいつには売りたくないって話になりますんで。で、なんとかなりませんかねって言ったら、向こうから、こんくらいでどうですかねとか言われたら、ああ、なんか値引き交渉なんだなと思って、それを受け入れるか受け入れないかを考えればいいって感じで、相手に言わせた方がいいですね。自分から値下げしてくれとかいうふうに言うのは、なかなか難しい問題になってきます。なので、やるべきことはですね、皆さんがやるべきことは、情報収集を丹念にやることですね。で、これが一期でどのくらい売り出されるのかとか、それが売り出される個数が多いってことはコスパがいいってことでもあるんですね。なのでそういう情報収集を丹念にやって、で自分の買える準備をすることで、購入意欲がありますよっていうことを見せることですね。でそれは非常に大事なんですよ。なぜかっていうとですね、相手はこの人に売ろうと思ってこの住居を売りに出すんですね。で、売り主側からするとですね、別にその住居を1期で出そうが2期で出そうが関係ないわけですよ。それよりもこの住居を出したらあの人買ってくれるよなっていうなんか気持ちの確約みたいなのが欲しいんですよ。で、そのためには皆さんが買える準備をして、これが欲しいですっていう購入意欲もちゃんと見せて、でちゃんと私ローンも組めますよっていうことを証明しておくことがすごく大事で、その準備っていうのはすごい大事なんですね。それをしておけば皆さんが欲しい住居は買えるということになります。でということなので、何期買うべきかっていう意味では、情報収集に関してはきちんと時間を費やして、その収集力が差を生んでしまうので、きちんと集めた方がいいです。そして販売側の状況を自分が理解する。ああ、この人たち困ってるなって言ったらこの話もあるでしょうし、逆にそうではなくって、この人たち強気で全然応じてくれそうもないっていう時は、自分でやっぱりそれを言い出すのはすごく難しい話になってきます。なのでその辺を見極めるっていうことはすごく大事になります。